新大阪駅で待ち合わせの連絡もらったんやけど、時間になっても来ないな。ごめんね。うちのピーちゃんに留守番頼んでたら出るのが遅くなってしまって。本当にごめんなさい。赤星インコのピーちゃんかいな。まあ、ピーちゃんやったら許したろ。今日はどこ連れて行ってくれるんや。新大阪から新幹線を使って岡山に、そして岡山から特急潮風で今治を目指します。タオルで有名な今治やな。バリーさんに会いに行くんだよ。タオル生地に腹巻き巻いてる変な鳥やな。そして今治城へと向かいます。東予港からフェリーで大阪南港へ帰ってくる感じです。やっと長距離フェリーに乗船できるんやな。それにしても弾丸やな。家にピーちゃんを留守番させているからね。しゃあないな。はい、岡山駅に到着です。いきなり桃太郎の貨物やんか。岡山だから当然でしょ。たらこもおるやんか。それにしても JR 西のキハは伸びしよるわ。知っとるか？岡山県は日本一晴れの日が多く晴れの国と呼ばれとるんやで。だから今日もよう晴れてるわ。アンパンマン列車の特急南風がいるよ。ほう、列車はあんまりかっこよくないけどラッピングはな。こんな鮮やかなラッピングとは思わなかったです。可愛くていいよね。その奥のホームにはアンパンマントロッコだよ。これは可愛らしいな。これは乗車してみたい列車入りだな。アンパンマントロッコがグリーン車だったとは知らなかったな。ほんまカラフルな列車やな。こんな列車見たら子供は大興奮やな。後ろの窓がない車両が可愛いよね。愉快な列車という感じがな。これで瀬戸大橋を渡るなんて怖そうだけど大丈夫なのかな。瀬戸大橋上なら風もそれなりに強いし、軽いものは飛ばされそうやな。この椅子はお尻が痛そうだね。あんたお尻大きいから痛ないで。あかねはっきり言い過ぎ。けどお尻は大きくないもん。キハ40のピンクちゃんも可愛い。さくび桜やな。岡山駅はいろんなラッピング車が見れて楽しいわ。あれも乗りたい候補に入れよう。またアンパンマン列車が入ってきよったで。こんだけアンパンマンだらけとは思わんかったわ。もう岡山駅が楽しすぎるね。この列車で今治まで向かいます。これが特急潮風なんやな。ほんま愉快なラッピングでおもろいな。まったく四国のアンパンマン列車には興味なかったけど、アンパンマン列車を制覇したくなってきたわ。そうですよね。私もアンパンマン列車で四国を回りたくなってきました。この車両がアンパンマンのかわいいシートがついているやつやな。1号車の半分がアンパンマンシートになっている特別な車両なんだよ。ちらっと見えているけどめちゃかわいいやんか。これは楽しみやな。キュンとしてくる可愛さだね。さあ、乗車しますよ。これはもうアンパンマンワールド全開だね。この車両だけが別世界のような感じやな。ヘッドレストが雲になっとるで。ほんとだ、雲の形をしているね。レインボーの生地を使ったシートにアンパンマンキャラがプリントされとる。床には停車駅までも書かれとる。楽しすぎる車内にこれは子供でなくてもはしゃいでしまいそう。デッキにはスタンプコーナーがありました。四国にはアンパンマンのスタンプが結構設置されているけど、どれぐらいあるんやろうな。駅や車内に25カ所ほどあるみたい。結構ありよるな。きっとトイレもアンパンマン仕様ではないかな。間違いなくアンパンマン仕様やろ。こんな風なトイレなら長居してしまいそうや。私もそうしてしまいそう。洗面所かな。
カーテンがアンパンマン仕様なのもいいな。鏡にドキンちゃんと食パンマンが仲良くいるやんか。うわ、ピンクで可愛い洗面台。ドキンちゃんがまた可愛い。11時35分、特急潮風9号アンパンマン列車が岡山駅を出発しました。アンパンマンの車内放送があるみたいやで。少し聞いてみましょう。皆さんこんにちは。僕アンパンマン。今日はアンパンマン列車に乗車いただきましてありがとうございます。小島駅を出発し、トンネルを抜けたら瀬戸大橋です。快晴の瀬戸大橋はもう最高だね。私はこの時間に瀬戸大橋を渡ったことがないけど、瀬戸内海はほんま綺麗よな。瀬戸大橋も最高やわ。瀬戸大橋は本州と四国を結ぶ橋として1988年4月10日に開通した橋です。3つの吊り橋、2つの斜張橋、1つのトラス橋の6つの橋で構成され、道路と鉄道の併用橋としては世界最大級の規模を誇ります。着工から完成まで約10年、その総事業費は1兆1300億円ということです。莫大な費用と手間のかかった橋なんだ。そのおかげでこうして素晴らしい景色が列車から見れるんですね。そういうことやな。自動販売機までもアンパンマン仕様だよ。ドリンクもアンパンマン仕様にしてほしいです。瀬戸大橋全体が見れてほんまええ景色やな。私もここまで綺麗な瀬戸大橋は初めて見ました。あんたが晴れ女でほんまよかったわ。海岸寺駅を通過すると瀬戸内海の絶景が広がります。ここは予算線屈指のシーサイドラインです。これは美しすぎるとしか言いようがないです。3分間ほどですが、これは絶対見逃すなよ。予算線の有名な海岸線やな。今治駅に着いたようやで、はよ降りる準備しないとあかんわ。忘れていた、今治駅で下車でした。はよ降りるで。アンパンチを食らったアンパンマン列車でした。アンパンマン列車またな。タオルで有名な今治に着いたぞ。バリーさんお久しぶり。来島海峡大橋の王冠に腹巻きの変な鳥やな。おまけに船の財布まで持っとるし。このお方は今治観光大使様であらせられるぞ。控えおろう。これは失礼しました。なんかこの雲めちゃ綺麗なんやけど。こういうのを見るといいことがあるかも。そんなもんあるわけないやろ。今治城までバスで向かいます。15分ほどで今治城に到着です。東堂高虎によって築城された今治城やな。この馬に乗ってるのが東堂高虎や。せっかくだから天守へ行きましょう。結構急な坂道やな。城内には吹上神社があるんですよ。奥に赤く見えているところには稲荷神社もあるんです。とても立派な神社でした。そして隣には立派な今治城がどんと立っています。神社もお城も立派やな。天守からは今治の街が一望できます。天守からの眺めはええもんやな。瀬戸内海も見えとるで。今治城の天守からの眺めは最高でしたよ。皆さんも今治城に行くことがあればぜひ寄ってみてくださいね。よう見たら来島海峡大橋も見えとるで。今治駅のコンビニにはバリーさんのグッズが少なくがっかりしていましたが、今治城の売店でこちらのバリーさんのグッズを見つけたので速攻で購入しました。短い時間でしたが今治城を堪能することができてよかったです。今治に来る際は今治城を押します。さて、今から東横を目指します。
通常は今治駅から東横まで連絡バスで行けるのですが、東横に20時45分到着と遅いので、早く行くために新居浜行きの路線バスを使いました。初めての長距離フェリーなんで、東横には早く行きたいし、フェリーをじっくり見たいから嬉しいわ。今治駅から下車した吉井まで42分もかかったわ。吉井バス停が東横に一番近いバス停なんです。と言っても徒歩で35分もかかってしまうんですけどね。現在、この辺りを歩いています。住んでいる人がおるんかという感じの場所やな。人っ子一人見かけへんな。この川沿いを行けば、東横まではあと少しやな。なんか、でかい船が見えとるけど、あれはなんやろ。あれが今日乗船するオレンジフェリーですよ。こんな遠くからでも、あんなにでかく見えるということは、かなり大きいフェリーやな。そうだね。全長 199.9 メートルもあるフェリーです。えらい中途半端な長さやな。200メートルでええやんか。200メートルを超えると巨大船という扱いになり、航行に制限を受けるから、わざと 199.9 メートルという全長にするみたいよ。そういう規制があるんか。それは知らんかったわ。けどなんでこんな時間にフェリーが構内で動いているのかな。もしかして新人さんのために練習してるのかもしれないよね。あの道路まで行けばあと少しで東横だよ。もっと遠いと思ってたけど、案外近いな。広江川橋からオレンジフェリーが見えてきましたよ。フェリーが止まっているところが東横やな。あれに乗船できると思うとめちゃ興奮してきよった。久しぶりの長距離フェリーに乗船できるのは私もとても嬉しいな。ほう、これはすごいな。ファンネルもかっこいい。ターミナルビルからフェリーに人道橋が刺さってるけど、4階の高さもあるんやね。目の前から見ると圧倒される大きさやな。これがあんたがハマるフェリーか。そうだよ。これが私の大好きなフェリー。なんかハマる気持ちがわかるような気がするわ。白いボディに青、赤、緑のカモメのデザインもかっこええな。さあ、フェリーターミナルへ入りましょう。なんかドキドキしてきよった。まだ綺麗なターミナルやけど、いつ頃できたんや。この東横は2018年8月25日に完成し、姉妹船の愛媛が同じ日に就航したんだよ。今回乗船する大阪は同年12月6日に就航しました。時間が早いということもあって人が少ないです。各お部屋の料金表と客室設備の一覧を載せておきますね。これは参考になるよな。料金は2026年4月から6月の料金になります。4階の待合室にやってきました。乗船する方は時間が早いのでほとんどいませんでした。こちらにはイチローさんの名言が書かれていましたよ。充電器コーナーもあって、これは便利でした。ターミナルからは石鎚山系が一望できます。西日本最高峰であり、日本百名山の石鎚山を見ることができます。トワイライトがとても綺麗やから見に行こうや。色づいてきているね。行きましょう。うわぁ、すごい色づいてるで。こんなんめったに見れんで。快晴だったらこんな風には見えなかったでしょうね。明日、曇りで落ち込んでたけどよかったやんか。20時になったので乗船しますよ。オレンジフェリーは22時出港なんだけど、20時に乗船できるのは嬉しいな。ほう、これが人道橋か。もう心臓がバクバクして抑えられん。茜がそんなに緊張するなんて初めて見た。なんかお姉さんが立ってるけど、なんかくれるんか。ただのチケットを拝見する人だよ。あんたも行き過ぎてるやんか。さては、知らんかったな。あ、バレてしまった。見えすいた嘘はあかんで。なんや、この空間は、まるで、高級ホテルのロビーにしか見えんけど。フロントまであって、ここで、
部屋のキーでももらうんか？正解なのでハグしてあげるね。そんなんしやんでええわ。それにしても、クルーは若い男ばかりやな。もしかしてここは某アイドル事務所なのか？私はやっぱりサンフラワーのような女性のクルーさんがいいな。やっぱり、ナイトのエスコートも大事やと思うけどな。このステンドグラスは、なんやねん。ほんま豪華すぎるやろ。このオレンジフェリーは全室個室で動くホテルがコンセプトの豪華フェリーなんですよ。なんやて、それはすごいやんか。クルーの目線がごっつい気になるけど。ほんま、エントランスやわ。エントランス好きの私もそう思います。この階段はまるで宝塚大階段みたいやん。それにしても豪華な階段やな。上がった先にあるでっかい絵画も絵になるわ。一体、絵画の完成に何日かかったんやろうな。これは福島まりこさんの作品で、見てると吸い込まれそうになるような絵画です。今治造船株式会社寄贈と書いてあったわ。今回私たちのお城となるお部屋へ行きますよ。なんや、この長い廊下は、これが、ほんま、フェリーの中なんかという感じやけど。足元の絨毯もえらい豪華やな。このオレンジ大阪の船内は青を基調にしたデザインなんです。姉妹船のオレンジ愛媛は赤を基調としたデザインで温かみがあります。それにしても長い廊下やな。ごめんね。エントランスから一番遠い部屋を取ったから遠くて。エントランスから離れるほど船内は静かだからいいんだよ。けどお風呂やレストランに行くのが少し遠いのがデメリットだけど、それに見合う快適度はあるからね。お手洗いは前にあるから近くて便利だよ。あの突き当たりぐらいに部屋があるんか？そうだよ。一番奥のお部屋だからね。見えてきたよ。今日のお城の扉が。やっとか、水平エレベーターでも欲しい長さやな。480号室のデラックスシングルというお部屋です。なんかドキドキするわ。ルームキーで開けていざ入室。めちゃくちゃええ部屋やんか。もっとあかんと思ってたわ。オレンジフェリーさんのデラックスシングルはフェリー業界ではナンバーワンのお部屋ですからね。これが A1 班1枚で泊まれるんやもんな。一人用の個室には珍しく窓もついています。やっぱり窓があると落ち着きます。テレビ、シングルより少し幅がありそうなベッド、枕、そして洗面があります。オレンジフェリーのロゴの入ったお持ち帰りタオルと歯ブラシがついています。ケトルや飲み物、ドライヤーは置いていません。ちなみに、バスタオルはついてないので注意です。エアコンはリモコンで自分の好きな温度に設定できるのもええな。大浴場を使うならバスタオルは持参するように、レンタルはありません。クローゼットはかなりの収納スペースがあります。ハンガーが2本とスリッパがついていました。大浴場にはシャンプー、リンス、ボディーソープも備え付けられています。シャンプーとリンスが別々なのがいいです。お手洗いですが、部屋から出ると正面にあります。清掃が行き届いており、とても綺麗なお手洗いです。ほんまに綺麗なお手洗いやな。トイレも当然ながらウォシュレットがついていて安心です。トイレにはウォシュレットは絶対いるからな。まだ出港まで時間があるので、船内探索でもしましょう。こちらは4階にある共有スペースです。エレベーター前にもソファーが設置され、休憩できます。5階に上がってみましょう。5階にもゆっくりできるソファーがいっぱいあります。ええ感じのソファーやな。5階のエレベーター前にも4階と同じようなスペースがあります。記念撮影ができるスペースもあるねんな。そろそろ出港なのでデッキに行きましょう。
おう、ファンネルがかっこええやんか。ファンネルの S はどういう意味なんやろ。3つの S はスピード、セーフティ、サービスという意味らしいよ。あんまりピンとこないな。さっきおった待合室のターミナルが小さく見えよる。下からファンネルを見たけど、目の前で見るファンネルはええな。ロープを巻き上げてるよ。いよいよ出港やな。ロープ緩めたら、もう船動き出してるみたい。本当だ。もう動いてるね。電気消えてるけど、従業員はもう帰ったのかな。お客さんをフェリーに乗せたらあとは用事ないからすぐ帰るみたいよ。ロープを外す人だけがいたらええもんな。離岸するためにサイドスラスターの泡が見えているね。船を横方向に動かすための動力装置のことやな。よく知っているね。あんたが教えてくれたやんか。フェリーの出港シーンは旅情たっぷりでええな。大阪南港まで行ってきます。お腹すいたからレストランに行こうや。今日の夕食はホテルビーフシチューを頼んであるんだよ。そんな豪華なメニューを頼んでくれたんや。2日前までに電話で予約しておかないと食べれないメニューなんです。このビーフシチューが2日前の予約制の理由があるんです。2日間じっくり煮込んだシチューを提供するためだそうです。すごいやんか。なんか高そうやな。今夜は奮発してみました。レストランのある4階へ行きましょう。こんなええもん食べさせてくれるんか。嬉しすぎるわ。レストランのマークが船の側面にあったカモメさんやな。今日は土曜日なのに乗船客がとても少なく、レストランもガラガラでした。殺風景なレストランやけど、ほんま美味しいんか。オレンジフェリーの味はフェリーの中ではトップレベルに美味しいんだよ。ほう、そんなにうまいのか。ほとんどメニュー置いてないけど注文するスタイルなんやな。作り置きメニューも存在するんだけど、注文してから調理をするスタイルだから、出来たてほやほやを食べることができます。これもオレンジフェリーが美味しいという一つの理由かも。お土産もこだわりのものしか置いていないのもいいです。あんたは、なんかお土産買うんか。神戸プリンを買っていきますよ。これが美味しいんです。左にある宇和島鯛めしもおすすめですが、唐揚げやとんかつもおすすめです。これが、レストランのメニューにない予約制のビーフシチューか。ネットで見た感じの量でメニュー詐欺はないようやな。なかなかのボリューム感でええ感じやん。いただきます。お肉がめちゃ柔らかいし、お肉の量も満足やわ。2500円は高いけどこのクオリティでは仕方がないです。ほんまやな。これは2500円はしよるな。美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかったわ。ごちそうさまでした。喜んでもらえてよかった。夕飯も食べたし、お風呂でも行こか。行こう行こう。食べるのもいいけど、お風呂もフェリーでの楽しみだからね。お風呂は5階にあるから行きますよ。女湯ののれんがなんかええな。ほう、これはええお湯やわ。たまらんわ。泡風呂は最高だね。オレンジフェリーは乗船中ならいつでもお風呂に入れるのがいいよね。すっきりしました。フェリーのお風呂、最高やな。やっぱり入浴後はマッサージチェアやろ。私も揉んでもらおうかな。これまた最高やな。これはいいね。たまりませんわ。さて、寝るといたしましょうか。もう0時超えたみたいやし、さっさと寝ようや。じゃあ、また明日な。おやすみ。おやすみなさい。あ、目覚ましが鳴ってる。起きないと。もう明るくなっているではないですか。完璧に寝過ごしてしまいました。曇っているし、まあ今回は仕方がないな。茜を起こしに行こう。なんやこんな早朝から。デッキに何しに行くんや。日の出を見に来たんだよ。まだ朝4時半やぞ。
今日の日の出は4時49分なんです。この時期は日の出が早いねんな。神戸の山のあたりが明るくなってきてるな。明石海峡大橋、見えるだけで通り越えてるやんか。ごめんね。少し起きるの遅くなってしまって。私も寝てたから何も言えんけどな。けど、少しでも見れてよかったわ。私、オレンジフェリーで航跡を見たことがなかったんだよね。あんた、何度かオレンジフェリーに乗船してるん違うんか？出港時間が夜で、到着時間が早朝なので見る機会がなかったの。今回は夜が明けるのが早かったので見ることができました。私も航跡見ることができて嬉しいわ。さすが大阪湾、船が多いな。そうだよね。大阪港はコンテナ取扱貨物量では国内5位だしね。それで多いわけやな。あ、右の背の高いビルが先島コスモタワーですよ。あのリンクーゲートタワービルと争ったビルやな。万博会場の大屋根リングもほとんど解体されてるな。ほんとだ、万博には3回ほど行ったけどほんと楽しかったな。あんた3回も行ったんや。今思えば、行っておけばよかったと後悔してる。52階建ての先島コスモタワーがかなり近くに見えてきよった。もうすぐ到着かな。先島コスモタワーの前に ATC があって、そこからサンフラワーが発着してるんですよ。あんた2年前にワンピースコラボに乗船していなかった？そういえば乗船しました。今年の夏に志布志行きのサンフラワーでちいかわとコラボをするみたいよ。サンフラワーはいろいろとコラボして楽しそうやんか。私今度はサンフラワーに乗船したいな。ほんと船にはまったね。でも海にははまらないでね。はまるかいな。死んでまうわ。フェリーが回っとるけど、船尾から大阪南港に入港するんかな。オレンジフェリーは車を出入りするところが船尾にしかないので後ろ向きに入港します。同じ港を使う名門太陽フェリーは船首にも船尾にも車を出入りするところがあるので、前から入港します。出港の際は逆にオレンジが旋回しているあたりで180度回ります。簡単に船尾から港に入ってるけど相当難しそうやな。うまく操船しないと船尾が岸壁に当たってしまったら大変だもんね。綱取り作業員さんと岸壁にいる方の連携プレーはさすがプロフェッショナルやな。あ、ロープを投げた。何人かでロープを引っ張っているけどすごく重そう。これだけ大きなフェリーだからロープもそれなりには重いやろうな。か弱いあかねちゃんにはこれは無理やわ。こうやってトラックが降りるんやな。フェリーは旅客より運送がメインやからな。運送で利益を上げてくれれば、フェリー内のサービスも向上し、私たちも嬉しいという図式やな。そろそろ船内に戻るで。これから2時間、船内休憩ができるのは嬉しいサービスだよね。ほんま嬉しいサービスやな。明るい時間帯のスカイラウンジはいいよね。今の時間帯なら独り占めできそうやな。ゆっくり座っておきたいけどそろそろ朝食に行きましょう。階段も豪華やし、足元の絨毯も高級感ありすぎやろ。このフェリーはほんと高級感があるよね。お腹ペコペコやな。はよレストラン行くで。誰もいないね。スタッフさんをベルで呼び出します。営業してるのかな。お客さんがいないから片付けているのかもな。乗船前に受付カウンターで朝食を購入することで100円安く買えます。和食は予約でないと食べれないので注意です。これが洋食の方です。ジャムが特製品でとても美味しいんです。パンにはオレンジフェリーのカモメが焼き印されています。それではいただきます。こちらは和食です。鮭に卵焼き、梅干しが特製品みたいです。あとは納豆と味付け海苔、サラダ、
お味噌汁にご飯がついています。いちご行くえという言葉がなんかジンとくるわ。食後の後はゆったりソファーで休憩。こののんびりとした感じはええな。とうとう8時となりました。お部屋とはお別れです。ありがとうございました。乗船から下船まで12時間あっという間やったわ。快適なお部屋に美味しい料理、お風呂と最高でした。これから私もフェリーがメインになりそうやわ。そんなに気に入ってくれて私も嬉しいです。いつもながら下船は寂しいけど、また乗船しに来ますね。ありがとう。オレンジ大阪またね。私、フェリー乗船めちゃ気に入ってもうたわ。ありがとうな、オレンジ大阪。またな。それにしても、この人道橋は長いな。下船の時の人道橋が長いのはなんか嫌やな。乗船時やったら逆にワクワクしてくるんやろうな。それは言えるね。やっぱり長距離フェリーはいいな。今回久しぶりに乗船したけどほんとゆっくりできました。オレンジフェリー大阪はどうだったでしょうか？船内のクルーの死後が多いのには気になりますが、これ以外は良いと思います。すべて男性なので、女性のクルーもいてほしいな。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してや。また次の動画でお会いいたしましょう。またな。